深夜のビジネスホテルでふと喉が渇いて目が覚めてしまうことがあります。時計を見ると午前2時を少し過ぎたところ、部屋の照明はすべて落としてあり、窓の遮光カーテンの隙間から街灯の光が細く差し込んでいます。天井のエアコンから流れる小さな風の音だけが静かな部屋の中に残っています。机の上のコンビニ袋が飾りの小さくなっただけで、なぜか自分の呼吸まで妙に大きく聞こえる。冷たい飲み物が欲しい、そう思ってベッドから起き上がります。備え付けの薄いスリッパに素足を入れた瞬間の少し冷たい感触。サイドテーブルに置かれたプラスチック製のカードキーを指先でつまみ上げます。そして部屋の入り口へ向かい、重い金属製のドアノブにそっと手をかけます。その冷たさが手のひらから腕へと静かに伝わってきます。ドアを少しだけ開けた瞬間、部屋の中に閉じ込められていた空気が外へ流れ出していきます。同時にホテルの共用廊下の空気がすっと部屋の中へ入ってくる。その瞬間、なぜか胸のあたりが少しだけ冷たくなるような、説明のつかない心細さを覚えることはないでしょうか。さっきまであんなに安全で落ち着いていた小さな客室からたった一歩外の廊下に出ただけなのに、なぜ私たちは急に早く部屋に戻りたいと感じてしまうのでしょうか。伊和観光察ラジオへようこそ。日常の中に隠されている静かな違和感、今日も少しだけ言語化していきます。今回考えたいのは、深夜のビジネスホテルで部屋の外に出た瞬間だけ感じるあの独特の居心地の悪さです。出張先でも旅行先でもビジネスホテルの客室の中はとても安全でき、落ち着いた場所に感じられます。ベッドがあり、テレビがあり、小さな机があり、鍵のかかったドアがあります。狭いけれど、その部屋の中だけは一時的に自分の陣地になっている。けれど、重いドアを開けて一歩だけ廊下に出た瞬間、その安心感は思ったより簡単に背後へ置き去りにされてしまいます。背中の後ろでドアが静かに閉まります。カチャンという金属音、続いてオートロックが反応する小さな電子音。その音が鳴った瞬間、自分がさっきまでいた安全地帯から完全に切り離されたように感じます。目の前にはまっすぐに伸びる静かなホテルの廊下があります。まず気づくのは、自分の足音がほとんど聞こえないことです。床には厚い絨毯が敷かれていて、スリッパで歩いても音が繊維の奥へ吸い込まれるように消えていきます。足音が響かないというのは意外なほど自分の存在を曖昧にします。自分は確かに歩いているのに、その証拠が空間に残らない。まるで自分だけがこの廊下にうまくなじめていないような妙な浮遊感があります。天井には白いダウンライトが一定の間隔で並んでいます。廊下は暗いわけではありません。むしろ隅々まではっきり見えるほど十分に明るい。けれどその明るさは安心のための温かい光というより、人間味を薄くするための冷たい光のように感じられます。左右には同じ形のドアが等間隔にずらりと並んでいます。同じ色、同じ取っ手、同じ部屋番号のプレート。どこまで歩いても似たような景色が続いているようで、自分が今どこにいるのか少しだけ感覚が曖昧になっていきます。壁の角にある緑色の非常口サインだけが
妙にはっきりと光っています。その非業の明るさが、ここが安全に管理された建物であることを教えてくれているはずなのに、なぜかそこに人間らしい温度はあまり感じられません。ここで少し耳を澄ませてみてください。廊下は無人です。誰も歩いていません。けれど本当は壁一枚を隔てたすぐ向こうにたくさんの他人がいます。どこかの部屋からかすかにテレビの音が漏れてくることがあります。配管の奥を水が流れるような低い音が聞こえることもあります。遠くで別の部屋のドアが一度だけ閉まる音がすることもあります。確かにこの建物の中には無数の人間の生活が密集しています。それなのに自分が立っている廊下だけは完全に無人です。他人の気配はすぐそばにあるのに誰の姿も見えない。この密集と孤立のズレが深夜のホテルの廊下を妙に落ち着かない場所にしているのかもしれません。もしこの時間に向こうの角から別の宿泊客が歩いてきたらどうでしょうか。街中ですれ違う人とは違います。お互いに館内着や部屋着のような少し無防備な姿をしています。薄いスリッパを履き眠る前の顔で自販機へ向かっているだけです。それなのにきっと挨拶はしません。視線を少し下に落としてお互いに存在しないかのように静かに通り過ぎるはずです。その瞬間の気まずさは誰かと会った安心感ではなく、むしろこの場所では誰とも関わらない方が自然なのだと思い知らされるような冷たい匿名性を残していきます。やがてエレベーターホールの近くにある小さな自販機コーナーへ近づきます。そこだけ廊下とは少し空気が違っています。足元が絨毯から白い塩みタイルや硬い床へ変わります。さっきまで消えていたスリッパの音が急にパタパタと乾いた音を立て始めます。そして何よりその一角だけが白い蛍光灯の光でこうこうと照らされています。壁の白さ、床の反射、自販機のガラス面、すべてが強い光を返していて、そこだけが廊下の奥にポツンと浮かび上がっているように見えます。自販機のガラスに自分の姿が映ります。寝起きの顔、乱れた髪、少し疲れた目、白すびる光の下で自分だけが妙にくっきりとこの空間に映し出されている。その現実感に少しだけゾッとすることがあります。ここには誰もいません。けれど機械だけはずっと動いています。自販機の冷却ファンが低くうなっています。空調の音が天井の奥で一定に続いています。そして突然製氷機の中でゴトゴトと氷が落ちる音がします。誰も触れていないのに機械だけが勝手に動く。その音は静かな空間では必要以上に大きく聞こえます。小銭を入れるとチャリンという金属音が固く響きます。電子マネーをかざすとピピッという音が白い壁に跳ね返るように聞こえます。ボタンを押した瞬間、ガチャンと缶が落ちる音が静寂を割るようになります。ただ飲み物を買っただけなのにその音が大きすぎてなぜか少し焦ってしまう。取り出し口に手を入れ冷えた缶を掴んだ瞬間、早くここを離れたい、そんな気持ちがふっと湧いてくることがあります。ここには何も起きていません。誰かがこちらを見ているわけでもありません。それでもこの白い光と機械音の中に1秒でも長く立っていたくない。体のどこかがそう感じてしまうのです。なぜ安全なはずの場所でこんなにも落ち着かなくなるのでしょうか。
それはビジネスホテルの共用部がとても曖昧な場所だからかもしれません。客室の中は一時的な自分の部屋です。鍵をかければそこは小さなシェルターになります。靴を脱ぎベッドに横になり荷物を広げているうちに狭い部屋でも少しずつ自分の場所になっていきます。けれどそのドアの外に広がる廊下は誰の場所でもありません。誰かの生活のすぐ隣にありながら誰の生活も置かれていない場所です。通るためだけの廊下、飲み物を買うためだけの自販機コーナー、氷を取るためだけの製氷機、そこには役割があります。けれど人の気持ちに寄り添うための余白はほとんどありません。昼間であればフロントの声やロビーを歩く人の気配がホテル全体に少し温度を与えています。でも深夜になるとその人間らしい気配はほとんど眠ってしまいます。残るのは照明、空調、自販機、製氷機、電子錠、人を安全に止めるための仕組みだけです。便利で清潔で管理されている。それなのにそこに一人で立った時、なぜか自分だけが建物の仕組みの中にポツンと置かれてしまったように感じる。その感覚が深夜のビジネスホテルの心細さを作っているのかもしれません。冷たい缶飲料を手にして部屋へ戻ることにします。不思議なことに息と同じ廊下を歩いているだけなのに帰り道の方が少し長く感じられます。手に持ったアルミ缶の冷たさが手のひらに伝わってきます。その冷たさが自分の体の感覚を妙に現実へ引き戻してきます。明日の朝の予定、起きる時間、移動のこと、仕事のこと、眠る前には遠くにあったはずの現実が急に頭の中へ戻ってきます。だからこそ早く部屋に戻りたくなる。あの重いドアの内側に入り、もう一度鍵をかけて世界を外側に締め出したくなる。白い照明の下を少し急ぎ足で進みます。同じようなドアが並ぶ壁を目で追いながら自分の部屋番号を探します。廊下の角を曲がるとき、その先の空気が少しだけ読めないような理屈ではない緊張感が胸の奥を締め付けます。何かがあるわけではありません。ただ早く自分の部屋の前に戻りたい、その気持ちだけが少しずつ強くなっていきます。そしてようやく自分の部屋番号が見えた時、それだけで体の力が少し抜けます。ポケットからカードキーを取り出しセンサーへ近づけます。カチリという小さな解錠音、その音が廊下の中でとても頼もしく聞こえます。重いドアを押し開き、薄暗い室内へ体を滑り込まさます。背後でドアが閉まり、オートロックがカチャリとなった瞬間、ようやく戻ってこられた、そんな安堵感が一気に広がっていきます。さっきまで少し狭く感じていた客室が急に自分を守ってくれる場所のように思えてくる。ベッド、机、テレビ、カーテン、小さな照明、どれも特別なものではないのに、廊下を一度歩いて戻ってきただけでその部屋がとても大切な避難場所のように感じられるのです。この違和感に名前をつけるなら、それは明るさの中の孤立感なのかもしれません。深夜のホテルの廊下は暗いから不安なのではありません。むしろ明るすぎるからこそ自分の孤立がはっきり見えてしまうのです。壁の向こうにはたくさんの他人がいる。でも目の前の廊下には誰もいない。白い光はその無人さを隠さずに照らし出します。製氷機は
誰もいない空間で動き続けます。自販機はただ正確に冷たい飲み物を出し続けます。人の生活を支えるための場所なのに、そこから人間の温度だけがすっと抜け落ちている。その隙間に立った時、私たちは安全なはずの空間で説明のつかない心細さを覚えるのかもしれません。ベッドに戻り、買ってきた飲み物を一口飲むと、さっきまで歩いていた廊下がまるで遠い場所のように感じられてきます。でも壁一枚を隔てた向こうでは、今も白い光が床を照らし、製氷機が誰もいない空間でごとごとと音を立てているはずです。次にどこかのビジネスホテルで深夜にふと喉が渇いて部屋の外へ出ることがあれば、その廊下の白い光や自販機の音に少しだけ耳を澄ませてみてください。そこには日常のすぐ隣で効率化された無機質な世界が静かに広がっていることに気づくかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。